諸国百物語第11話。出羽の国杉山兵部が妻影の患いのこと。出羽の国に杉山兵部という侍がいた。この妻がある夜、川屋に行くために裏に出て、ややしばらくして帰ってきて床に着いたが、またしばらくして戸を叩くものがあった。兵部が誰だと問うと、妻の声がする。兵部は不思議に思いつつ戸を開けて中に入れ、明かりをつけて見合わせてみると、この二人少しも違うところがない。なんとも不思議なこともあるものだと、夜が明けてから改めて妻を二ところに置いていろいろと試してみたが、つゆほども違うところがなかった。なんともしようがなく、さまざまに吟味していると、あるものが、変化のものは必ず両手が丸いものである。という、それならばと見比べると、一人の妻の手が少しばかり丸い。これこそ変化のものかと、そのまま首を打ち落とした。しかし、それは、まことの妻であった。ではもう一人の妻こそ、変化のものに違いないと、撃ち殺そうとしたが、妻はさまざまに嘆いて、恨み言を言った。しかし兵部は聞き入れず、ついには首を撃ち落とした。見ると、これもまことの妻であった。これはどういうことだと、あまりに不審に思い、亡骸を数日の間置いてみたが、変わることもなかったのだという。このような不思議なこともあるのだろう。影患いとは、影の患いや離婚病とも言われる熱病の一種とされ、高熱を出した病人の姿が二つに見え、どちらが本体でどちらが影だかわからなくなるのだという。生き霊の一種だとも考えられているが、この話は西洋のドッペルゲンガー現象にも近い。ドッペルゲンガーとは、自分自身の姿を自分で見る幻覚の一種とされ、自己増減死とも呼ばれる現象であるが、死や災難の前兆とも言われ、くしくもこの物語ではその通りの結果となってしまった。しかし、先入観とは恐ろしいもので、瓜二つの妻が二人現れ、どちらも本物だと言われても、どちらか一人は当然偽物だと思ってしまう。誰が二人ともがまことの妻だと考えられるだろうか。例えるならば、時限爆弾解除の2本のコードをその時が来るまで切らないという選択肢を取るということである。追い出したり撃ち殺すまでに至らないにしろ、疑心暗鬼は免れない。曇りなき眼を手に入れるには困難極まるようである。